皆さんこんにちは。読書の達人です。今日ご紹介するのはこちら。君が夏を走らせる。瀬尾舞子さんです。瀬尾さんの作品で、中学生が駅伝走る話があるんですけども、あともう少しっていう本です。それの後日談ですから、あれ読んだ後、これ読んだ方がいいです。で、ちょっと、あの、時間が経って、あの作品の時は中学生、で今度これ高校生になってます。で、主人公、不良の太田君、駅伝のメンバーでした。で、まあ、高校生になってから、陸上も結局やらないで、ブラブラしております。で、高校の OB、先輩なんですけども、高校卒業して、で結婚して、赤ちゃんがいて、赤ちゃんね、ちっちゃい子、幼児がいて、もう次が生まれようかっていう時に、奥さんが、ちょっと入院しなくちゃいけなくなりました。で、1ヶ月ほどちょっと入院するんですけど、その間ちっちゃい子がいるんですけども、鈴鹿、1歳10ヶ月。で、それの面倒を昼間だけちょっと見てくれないかというふうに言われます。高校行ってて夏休みで予備校行くわけでなし、なんかあるわけでなし、暇だったんですよ。で、お前しかいないからもう頼むよっていうふうに言われて、で、引き受けます。最初はもう、いやいや、無理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 って感じになった。ところがもうどうしてもって、今度、奥さんの方からも、あなたはなんかもう信用できるって旦那が言ってるし、もうお願いしますって言われたら、しょうがねえかってなる人間。で、自分でこれできるわけないこと。自分で、できるわけないと。で、考えてることがあるとするじゃないですか。で、このことに対してこの太田君の行動っていうのはその人間が問題解決していく時の非常に参考になる行動をとります。で、一つは考える。どうしようかなってね。で、二つ目、調べる。三つ目、人に聞く。この順序を守ってます。言われたらこれね、言われたら当たり前じゃないかって思うじゃないですか。でも案外人間ってこの順番守んないんです。だから分かんないってなる。で、実は人間が抱えてる問題、例えばちょっとしたことでもいいよ。そのスマホの操作が分かんないとか、これがどうしたらいいのか分かんないっていうことは、大体この順番でやると、大体実は解決するんです。でも、それが分かってない人ってのは結構いて、で、太田はこれを知ってか知らずか、自然にこれやってます。で、この鈴鹿1歳10ヶ月、それまでちっちゃい子の面倒なんて見たことなかったんですけど、頑張って面倒見ます。で、日常が鈴鹿中心になってきます。もう学校もないし、塾だバイトだもない。で、そしたらちょっとしたことでも、これ買ってやったら喜ぶんじゃないのかなとか、今度これ作ってあげようかな、ご飯に。昼ご飯の世話もしてます。で、これもしてあげたらいいんじゃないかなとかってやっています。一緒にいろんななんか遊びとかおもちゃとかを考えてやってあげたいとね、ということをしております。で、だんだんそうすると結局鈴鹿っていうのは大田君にとってはいわゆる守るべき相手ですよ。そしたら今まではいわゆる不良仲間がいて、で言うたら同じ学年とか、せいぜい1個ぐらいの年齢差じゃないですか。そうすると言うたら対等ですよ、人間として。ところがこの鈴鹿幼児に対して圧倒的にやっぱり自分が守らなくちゃいけないっていうことが出てきます。そうするとやっぱ人間ってね、大人になる。
矢が王にも大人になる。で、今回のこの作品のテーマなんですけど、太田君は割と自己をそんなに肯定的に見てる人ではないんです。で、自己を否定します。どっちかっていうと。それがだんだん自己を肯定する方に動いていきます。で、これはもちろん彼の周りの環境、つまり鈴鹿ですよ。環境が彼を操作していくんですけど、これ一般論に置き換えると、環境って例えば人とか学校とか仕事とかじゃないですか。そういうところでいろんなことを言われたり、いろんな出来事を経験したりします。そうするとその中で、自分に変化を起こすような出来事とか、自分に変化を起こすようなそういう言葉、自分にかかってくる言葉っていうのはこういうことかって発見する瞬間があるんです。つまりこれが自分を変えていく、その切り替えるチャンネルなんだなっていうことを見つけるんです。で、いわば見つけるのは自分ですけども、それを与えてくれるのは環境なんですよ。でつまりね、人間って自分自身の力だけで何かその自分を成長させていくことってやっぱ難しいってことですよ。逆に言うと、周りの力だけでその人を変えていくというのも難しいってことです。で、よく人に何かアドバイスするときに、でもあいつが自分で変わらないとダメだよなっていう、それだから半分合ってるんです。でもそれはやっぱり正しいスイッチを押さなきゃいけないっていうところもある。この人を変えるにはここのボタンをこうやって押さなきゃいけないんだっていう時に、違うボタンを押してもそれは違う反応しか返ってこない。そういうもんですよ。だから自分の、もしその自分を変えたいなと思ったら、まず自分がどういうスイッチチャンネルを持ってて、それはどういうところでどういうふうな出来事やどういう言葉をかけられたら変わるんだっていうことを知っといた方がいい。そしてそういうところに自分から出向く、そういう環境に自分を置くっていうことが一つ大きいんだということ。スイッチって大事ですよ。全然関係ないけど、この間僕エレベーター乗っててね、ドア閉まりかけてるところで向こうが人が来たの。開けてあげようと思って。そしたらエレベーターってドア開けるボタンと閉まるボタンがあるじゃないですか。こうやって開ける方をピューッやってたけど、もう年取ってくるとさ、目指したところに指がいかないのな。閉まる方向に指がバーンといって、バーンとちょっとゲッとしまっちゃった。ガラスになってて、向こうがはっっていう顔して、本当にすいませんって思いながらシューちゃんとしたボタンを押してくれる人を周りに置くっていうことが、とっても大事ということです。達人心に響いた言葉、310ページの2行目からちょっと数行です。例によって著作権どうのこうのであんまり直接は言えないんですけども、310ページので、そういう僕が今言ったようなことをやっぱり与えてくれる、ヒントを与えてくれる大人が出てくるその瞬間のセリフなんですけども、やっぱこういうこと言ってくれる人を周りに置くって大事なんだなっていう言葉なんです。これがね、ぜひ読んでみてください。素敵な本です。青春小説、爽やかな感じで、鈴鹿も可愛いです。不良の太田君が一生懸命おだててね、元気させようと思ってうまいことやったら、すげえな、すげえって言ったら、
ちっちゃい子でね、1歳10ヶ月、言葉だんだん覚え始めですからね、鈴鹿がね、すげえすげえでね、まあ、与えられた環境で子は育つっていうことですよ。面白いです。ぜひ読んでみてください。君が夏を走らせる、瀬尾舞子。読書の達人でした。